こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。今落ちた？なんだろ。ゲーム中断前後で座標がずれたのでしょうか。近々落下死する予兆よ。そんなことはないと思います。さて前回は廃校の宝箱でかぼちゃの種をゲットし、収穫間近まで来ました。でも収穫まで少し時間がありそうですし、廃校に潜って今日もせっせと木材集めしてきます。収集炭ブロックは現状こんな感じです。次も10段前後一気に塔を伸ばす予定で、何個詰めるかはアイアンゴーレム次第です。そういえば、このバージョンでは地下で花が咲かなくなったというのはどうも私の早合点だったようです。すみません。前に地下で花が全然見つからないことが気になり始め、公式英語ウィキを見てたら、花の明るさによるアイテム化に関するバグの記載を見つけたんです。で、解釈を誤って、地下で花が咲いてたのはバグのせいで修正済みだと思い込んでしまった次第です。つまりこのバージョンでも地下で花が咲くはずだってことね。多分、まだ未確認ですけど。さて50個ほど木材を仕入れてきました。あれから10分ほど経過してかぼちゃが育ったのはまだ一つです。いくつかの苗が十分育ってるのでここからはバンバン取れると思うのですが。あ、残念だけど水張ってるところでは落下しできないのよね。さてアイテム整理したところで6つ目の新ブロックを並べておきます。あと直近で狙ってるのはジャックオランタンと、アイアンゴーレムの落とすポピーを専用とした色付き羊毛です。ちなみにコップンとラピスは持っているので、ポピーの数さえ揃えば赤と紫、桃色、赤紫の4色までいけます。さらに増えた。アイアンゴーレムとの対決がいよいよ迫ってきました。ちょっとドキドキします。でもまともに戦わないんでしょ。もちろん安全地帯から戦う予定ですが、リーチが長そうなので不安です。まずはジャックオランタンですが、昔試しに作ったことあるだけです。今は海底神殿とかで役に立つことがあるのでしょうか。そういえば他の明かりブロックにレッドストーンランプがありますけど、グローストーンと違ってはしご設置可能だったはずなんです。狙うならネザーが封印中だし、ウィッチからのグローストーンドロップに期待するしかないわね。ウィッチドロップ狙いは結構きついのですが、一応念頭に置いて行動します。さて鉄はどこだっけ？鉱石と合わせて107個ですね。あと一つあれば3体分になるのにね。いや鉄をドロップしてくれるかも。召喚場所は安全を期して、こんな感じにしました。狭すぎてなんだかかわいそうよ。私がかわいそうな事態になるよりもいいです。何事？10足ダメージ受けてますよね。予想より滑覆が良かったようです。こっち見てる。手を伸ばされる一瞬が怖くて近寄れません。もう20秒経過しましたがまだまだ元気そうです。もしかして体力がめっちゃ多いのでしょうか。近所迷惑だから静かにさせない？あれ当たった？いや私の剣の先から出ている木で倒れたようです。気のせいよ。だから気のせいです。ポピーはダメでしたけど、でも鉄ゲットしたのであと2体おかわりできます。さて、かぼちゃも新たに1つ収穫できましたので2回戦に突入です。ちなみに日本選手なのでこれ倒したら勝ち確定です。この有利な条件で1回でも負けたら恥だと思うわよ。さて、今度は間合いを測りつつ正々堂々剣で倒そうと思うのですが、ぶっ飛ばしが怖い。当たったけど安全地帯に逃げられてしまいました。超危険地帯じゃないの。その後は牽制し合ったまま試合は終盤までもつれ込み、最後は体力勝負で決着と相なりました。つまり窒息ダメージで死ぬまで何もしなかったということね。またポピーが不発です。
ひょっとして剣で倒さないとドロップしなかったりとかないですよね。さて次が3本勝負の最終決戦ですが、鉄がほとんどなくなってしまいます。こんなに鉄使い切ってもいいの？今更後に引けません。ちなみに最終決戦場所は窒息ダメージ受けないよう広げました。つまり今度こそ正々堂々勝負です。あ、ここじゃない。おお、ダメージ受けず立ってます。あ、体に這わせている緑のものは鶴？私に見せびらかしたいのですか？鶴が張ってしまうくらい昔から活動してたということよ。さっき作ったばかりです。おお、赤いのがある。ポピーに相違ありません。でも1本だけね。鉄100個以上消費したのに。今は1本でいいです。無事に花をゲットする手段を確認できたことで満足です。さて、ジュークボックスはリスポーン拠点のダイヤでクラフトするので、今回塔の高さを伸ばせるのは9段分となりました。そしてついに、花の染料による赤色の羊毛ゲットです。ちょっと感動。さてでは準備でき次第リスポーン拠点に移動します。矢の数が少ないですがウィッチ対策で一応弓も作っておきます。さて持ち運ぶのはこんなところで、移動開始です。湧き潰ししつつ東西通路を移動中ですがゾンビが湧きました。もう正々堂々と勝負しても、何をやっているんだか。そういえばこの企画で大人のゾンビからダメージ受けたの初めてだったような。ちなみにゾンビはレアドロップの人参、スケルトンは骨とや狙いです。もう大事ですってちょっと怖いですよほんと。あれ？距離が離れ。さてようやくリスポーン拠点に着きました。インベントリがいっぱいいっぱいです。贅沢にチェストを一つくらいは設置しておきたいですね。おお、岩盤に降りたのは久しぶりです。ここがこの企画の原点です。企画最初の直下堀で見つけたダイヤ鉱脈は、2×2×2 の立方体でした。プレイ時間で52時間目でようやく回収です。周囲を掘り開けるの珍しいわね。鉱脈の生成アルゴリズムが変わってる可能性を一応考慮し、当面は確認していきます。さて、ダイヤを採掘したところですが、なんかここも広くなりましたね。今までが狭すぎたのよ。せっかくだし、ここは一頑張りして塔周辺を整備してしまいましょうか。まだ作業中ですが、バランス考えると塔の周辺を2メートルずつ開けていくといい感じです。だいぶ息苦しさがマシになってきたわね。さて塔の整備は小休憩で、今回最後の一つ、ジュークボンイベントに向かいましょうか。ちなみに中段の土ブロックは東西通路の入り口です。ダイヤのツルハシの耐久ゲージが赤くなっちゃってるわよ。なんか気持ちよかったです。やっぱり開放感ありますね。せいぜい洞窟並みの広さだけどね。さて、土塔の高さ緩和を始めましょうか。まずは模様入り石レンガからです。ますますおしゃれな塔になりました。続いてひびの入った石レンガですが、一気に脆い塔に格下げされたわね。さて次は音符ブロック。これで芸術性を高めておいて、そしてさらにジュークボックスで文化の塔に。あれ？符号見分けがつかない。紛らわしいわね。デバッグ画面のブロック情報はきちんと違います。まあわかる人には違いがわかるのが芸術なんです。そして、明るいブロックを積んで灯台になりました。さらにカボチャを積み重ねて、なんだろこれ。こっちみんなの塔ね。新ブロックの残りもいよいよ3つです。優しいアイアンゴーレムのおかげで入手できた赤色の羊毛を積み、優しげのある塔になりました。
そして、ディスペンサーで攻撃手段を備えました。どうやってここまで敵をおびき寄せるのよ。最後に、最強の防衛を誇る黒曜石を積んで防衛は万全です。これで一気には座標37の世界を手にし、地上まで残り半分切りました。地上は夜が明けてきたようです。あれは木の葉っぱ？地上が、見えてきたようです。ほんと見えてきちゃったよね。まあまだ全然手が届きそうにないけど。さて、これで整備も終わりました。なんかこう広々として嬉しいですけど、広いと高さが際立って落ち着かないですね。うわーこれミスると落下しかねません。超慎重に降ります。って嘘うおー生きてる。なんてことなの。あと少しだったじゃないの。死なないでよかったです。降りる時の練習した方が良さそうです。下に水を張っておけば？せっかくの岩盤むき出しなので池作るのはしっくりこないんです。また考えてみます。さて今回はこんなところです。確かに地上は見えてきたけど、ここからのブロック集めが厳しそうね。とりあえず入手しやすいのは色付き羊毛です。あとは色々ちまちま集め、そして砂や粘土の埋蔵高さまで塔を伸ばす予定です。ただ、懸念材料が一つ増えてしまいました。知らなかったのですが、バージョン 1.7 から粘土が改定で生成されなくなったらしいんです。あらら、粘土製のブロックかなり多いじゃない。大丈夫なの？正直知った時は青ざめましたが、割とギリギリ手が届くと踏んでいます。もし想定外のことが起きても、雪やレッドストーンランプ、TNT による爆破まで考慮すれば十分いけるでしょう。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。